マブハイナビマリチャンネルのまーちゃんです。今日はですね、フィリピンでの生活費についていろいろ話していきたいと思います。ルームツアーをしながら家賃だったり電気代だったり紹介していきたいと思います。それではレッツゴー。フィリピンのビジネス街マカティっていうところに住んでいます。日本の中の東京都みたいな感じ。いわゆる私がこれから紹介する生活費は日本人 OL の、生活費と思っていただければと思います。まずコンドミニアムとアパートと一軒家とかいろいろあります。で、一番日本人がおそらく住みやすいのはコンドミニアム。家具付きと家具なしがあるんですけども、家具付きの部屋でコンドミニアムだとだいたい2万5,000から3万ペソぐらいが通常なんですけど、でこれは別にその部屋がめっちゃ広いとかじゃなくて、部屋がついてないスタジオタイプ、もしくはロフトがついてたりとか、こういう仕切りみたいなのがあって、その1個のスタジオの狭い部屋を半分に寝室とリビングに分けたみたいな、そういう仕切りがあるとか、実際にルームツアー始めていきたいと思います。どうぞ。これが1階です。今うちの彼がマヤ玉を作ってます。醤油となんだっけ、ネギとごまとそういうやつ、YouTube で検索すれば多分出てきます。1階のトイレはシャワーがついてないので、お風呂は上で済ましてるんですけど、1階にもトイレがついています。階段の真下にあるドアが一応倉庫になってて、洗濯機がここに入ってます。でも洗濯機は一応私が自分で買ったやつです。キッチンはちょっとお見苦しいのでこれくらいで勘弁してください。で、冷蔵庫とレンジはこの家のものです。一応家具付きのお部屋なのでね。ドレッサーとこの棚は、いただき物なのでこの家のものではありません。こちらがリビングでございます。ちょっとね狭いかもしれないんだけど、ソファーはこの家のものです。テレビも。で、このなんていうの、これ足のけるやつは自分らのものです。で、ここにはねもう一個棚があるんですけど、テーブル、この棚はもともとこの家に、家具付きの家についてたものです。テレビ台も同じく。ここから見るとあれが玄関があんな感じで、玄関が狭いのでちっちゃいスペースに入るような靴箱を探して買いました。こんな感じ。キッチン、ダイニングプラスリビングです。ロフトっていうよりはメゾネットフロアなのかな。ちゃんとした階段がついてます。この隙間から2階が見えるようになってます。なんかね、多分こんな見せちゃったらどこに住んでるのか分かっちゃうかもしれないんだけど、コメントでこういうところに住んでますよねっていうのをやめてくださいね。したら消します2階のお部屋です。こんな感じ。こちら2階トイレ兼シャワー室になっています。ちょっと汚いのでお見せすることはできません。この一番角にちょっとしたワークステーションがあります。家でお仕事するときはだいたいこんな感じ。ちなみに向こう側のドアはベランダではありません。あれはクーラーのクーラーのあれ。ここはちなみに開きません。2階の家具はこのベッドとこの絵とこちらのキャビネットと、それ以外は全部うちのここです。生活費は基本的に2人で割ってます。2に割ってください。そしたらだいたい1人どれくらいかなっていうのが多分分かってくると思います。ちなみにですね、コンドミニアムだと、プールだったりジムだったりそういうアメニティがついてくることが多いです。電気代はですね、なんかマカティでもマカティの地域のエリアによって電気代の相場が違うんですよ。私は毎月2,000-3,000ペソで、高くても4,000ペソぐらい。その高いっていうのは、フィリピンは3月から5月の間はすごい真夏なんですよ。で、電気代が基本的にこの時期には高くなるんですよ。メラルコさん、高くても4,000ペソぐらいですね。私は今のお部屋でクーラー2台ついてる割には安い方だと思います。ソファーの下にうち Wi-Fi 置いてるんですよ。
うちは Wi-Fi はグローブを使っていて、一応 30Mbps だそうです。これがで毎月1500ペソぐらい Wi-Fi 代ね。 Wi-Fi はですね、フィリピン結構限られてて、 PLDT、グローブ、スマート、あとは最近新しくできたんですけど、ティトっていう会社があります。水道代はですね、フィリピンめっちゃ安いんですよ。毎月2人暮らしで2、300ペソ。お風呂1日2回ぐらいはだいたい入ってます。朝と夜寝る前で、洗濯機も、週に2回ぐらいは回しています。でその人の生活によって違うと思うんですけど、私は24,000ペソだから1人12,000ペソぐらい、だいたい毎週2,000ペソちょっとぐらいかなって感じです。1週間分、野菜サラダもあって、お肉とか魚もちゃんと買って、余計なもの買わなければ、お菓子とかそういう余計なもの買わなければ2,500ペソ以下で済むかなっていう感じがします。お米とかね、ちょっといろいろ必要なものを大量に買うときは3,000ペソかな、4,000はいかないと思う。フィリピンのスーパーだけだったらそれで全然済むんですけど、日本食材店さんのところとかでお買い物しちゃうと、やっぱちょっと金額はね、もうちょっと高くなっちゃうから、お味噌とかめんつゆとかそういうものだけ日本食材店さんのところで買うとかね、納豆とか。外食はだいたい多分週に1回か2回ぐらいかなっていう。でしかも外食って言っても多分2,000ペソから1,000ペソで収まるぐらいの金額の外食ですかね。カフェ代とかその大きな誕生日の外食とかそういうのは24,000ペソの毎月の食費からは別にしてます。はい、ということで今日は、30日間マカティでの生活費を紹介しました。実際に私の生活費をみんなにさらしましたが、参考になるかわからないんですけど、フィリピン来たばかりの人だったり参考になればと思います。で他にもね、その生活の面でなんか聞きたいことがあったりとか、詳しくもうちょっとこういうの教えてくれたらいいなと思う方はぜひコメント欄にコメントください。はい、それでは皆さん次の動画までキタキーツ、バイバイ。ナビマニチャンネルはフィリピンのトレンドを伝えるフリーペーパーナビマニラの公式チャンネルです。詳しくは概要欄までチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画までキタキーツ。